今回はスパイクの科学スイング編の後編、主に右腕の使い方について詳しく説明していきます。ジャンプ編、スイング編の前編、そして今回の3つの動画をよく見ていただければスパイク動作の基本的な仕組みを理解できると思います。まだ見ていない方はぜひジャンプ編とスイング編の前編もご覧になってください。スパイクの科学スイング編、右腕をゼロポジションに振るは間違い？右腕の効率的な使い方とは？なぜ肘が下がると良くないのか？手のひらの向きとは？肩甲骨の重要性、ブレーキの効果で加速する、インパクトからフォロースルー、まとめ。では早速いきましょう。前回ゼロポジションについて解説し、右腕を上げてゼロポジションで振るというよりは、体幹や左腕の動きによって右腕が勝手にゼロポジションに振られるようにするということが重要になると話しました。その動きについてこのロープを使って考えてみましょう。例えば体幹の横回転を使ってこのようにスイングするとします。この体幹の動きをロープを右肩に当てながら行うと、遠心力によってロープは真横に振られます。わかりやすいように少し大げさに行っていますが、このように体幹の横回転を行うと右腕は遠心力によって真横に振られるわけです。遠心力が横向きなのに右腕の筋力を使ってスイングの方向を上に傾けているわけです。これでは威力も出ませんし、肩に負担もかかってしまいます。では体幹を側屈する要素を入れてみましょう。これを先ほどの横回転と合わせると、ロープはゼロポジションのような角度で上に振られました。これが体幹や左腕の動きによって右腕が勝手にゼロポジションに振られるようにするということです。無駄な力を抜きつつ打点を高くし、ゼロポジションで打つために体幹や左腕の動きによって自然と右腕をそこに向かわせることが重要なのです。そしてそこにタイミングよく右腕の筋力を乗せることで強力なスパイクを打つことができるのです。いよいよ右腕の使い方についての解説をしていきますが、右腕の使い方は個人差がとても大きい部分です。まずは迫田選手と石川選手を見本にしながら基本的な動きを解説していき、後ほど様々なスイングフォームについても解説していきたいと思います。ではまずは大まかな流れから。手のひらを外側へ向け右肘を上げます。そこから左腕の動きと合わせて肩甲骨を後ろへ引きます。そして左腕と体幹の動きによって右腕全体が自然と後ろへ取り残され、大胸筋が引き伸ばされて弾性エネルギーがたまります。大胸筋の弾性エネルギーと身長反射によって肩部が前に加速します。この時の肩から上腕部の加速によって右手のひらは後方へ取り残されてしなります。そして肘が伸びていきながら加速していき、インパクトの後、手のひらは外を向きます。それでは詳しく解説していきますが、まずは ③ から �4 の右腕が自然と後ろへ取り残されるという部分について説明していきます。この右腕が取り残される動きは前回説明した慣性によるものです。慣性によって手が後ろへ取り残されるようにするためには右肘の位置が重要になります。それは左の肩甲骨と右の肩甲骨を結んだ一直線のライン上にあるということです。迫田選手のように上にあっても良いですし、石川選手のように左右の肩から肘が一直線になっていても良いです。ただしこのラインより下に肘が下がることはよくありません。これも実際にやってみるとわかると思います。肘を高く上げておき、できるだけ右腕の力を抜いておきます。そして体幹をひねる動きをすると手が自然に後ろへしなると思います。しかしこのように肘を下げて行ってみると手があまり後ろへしならず窮屈な感じがすると思います。僕は特に肩関節が硬いのでこれくらいしか後ろへしなりません。この動きは肩関節の外旋という動きですが、肘の高さで可動域が大きく変わってくるのです。強いスパイクを打つためには肩関節が外旋して腕がしなるような動きが重要ですので、そのしなりを作るためには肘をしっかり上げる必要があるのです。
またこのラインよりも肘が下がることの弊害はもう一つあります。それは肩や肘に大きな負担がかかってしまうということです。弊害としてはこちらの方が重大です。肘が下がると肩関節外旋の可動域は狭くなるわけですが、体幹の動きによって無理に肩関節の外旋が矯正されると肩関節に大きな負荷がかかってしまいます。そうならないよう、この左右の肩甲骨を結んだラインより肘が上に来るようにしっかり肘を上げ、肩関節の負担を少なくしつつ、できるだけ腕を後ろへしならせるわけです。では肘をしっかり上げるためにはどうすればよいのでしょうか。そのポイントが丸1の手のひらを外へ向けるということになります。手のひらの向きについては前腕部の動きによってこちらを界内、こちらを界外と言います。この前腕の界内、界外の動きは筋肉や神経のつながりによって肩関節の動きと連動しています。肩関節はこの動きを外転、こちらを内転と言います。前腕の界内は肩関節の外転と連動しやすく、前腕の界外は肩関節の内転と連動しやすいです。これも実際にやってみるとわかると思います。このように前腕を界内させながら肘を上げ、前腕を界外しながら肘を下げる動きがやりやすいのがわかると思います。一方、前腕の動きを逆にして界外しながら外転し、界内しながら内転するとなんだかやりにくいと思います。つまりしっかり肘を上げるために前腕を界内しながら肩関節を外転するわけです。そして前腕を界内しながら肘を上げた後、左腕の動きと合わせて少し後ろへ引きつけます。この時も力いっぱい後ろへ引いてはいけません。腕は力まないよう肩甲骨で後ろへ引くようにして少し胸を張るイメージです。こうではなくてこうです。この肩甲骨を後ろに引き寄せる動きには主に3つの意味があります。1つ目にスキャプラプレーンから後ろに大きく外れることがなく、肩関節の負担を小さくできるということです。多少は後ろへ外れても良いのですが、このように腕を引いてしまうとスキャプラプレーンから大きく外れてしまいます。すると肩関節前面の軟部組織が引き伸ばされて負担がかかり、怪我につながってしまいます。また骨の形状からも怪我につながりやすいことがわかります。これは肩関節の模型ですが、肩甲骨には肩峰という出っ張りがあり、上腕骨には大結節という出っ張りがあります。大結節の場所が分かりやすいように赤いテープを貼っています。ここから腕を振りかぶる動きをすると、肩関節はこのように外旋する動きになります。スキャプラプレーン上でこの動きをしても骨の出っ張りがぶつかることはありませんが、上腕骨がスキャプラプレーンから後ろへ大きく外れてしまうと、外旋した時に肩峰と大結節がぶつかりやすくなってしまうのです。それを防ぐためにも腕全体を肩甲骨で後ろへ引きつけ、スキャプラプレーンから後ろへ大きく外れないようにします。2つ目はスパイクの威力に関わる部分です。肩関節の動きは主に肩甲骨と上腕骨の間の肩甲上腕関節の動きと、肋骨と肩甲骨の間の肩甲胸郭関節の動きがあります。この動きを使えない選手は胸部が回った後、このように腕だけで動かしますが、この肩甲骨の動きを使える選手は胸部が回った後、肩甲骨が動き、その後上腕骨が動きます。小さな動きではありますが、肩甲骨を使えると体を鞭のように使う関節を一つ増やすことができるということです。鞭のような動きは関節を返した時に売買ゲームのように末端が加速していきますので、動く部分は一つでも多い方が良いわけです。3つ目は大胸筋を使うということです。大胸筋は前回説明したように胸の真ん中から上腕骨までつながっていますので、このように胸を開きつつ胸部が回ってくることにより、右手が後方へ取り残され、大胸筋が引き伸ばされて弾性エネルギーがたまります。そこからタイミングよく大胸筋が収縮することで、一瞬で大きなパワーを発揮することができます。一方、肩甲骨が動かず胸を張れないと、大胸筋はあまり引き伸ばされず、大きな弾性エネルギーを利用することができなくなるのです。
主にこれら3つの理由から肩甲骨を後ろへ引きつけて胸を張る動作には大きな意味があります。この時の注意点は、両方の肩甲骨を同時に後ろへ引き寄せるようにするということです。振りかぶるのは右腕ですが、右側だけで行おうとしてもうまく引きつけることはできません。両方の肩甲骨を後ろへ引き寄せて胸を張り、その動作と体幹の左回転の動きが合わさることで、慣性によって右腕を後方へ大きく振りかぶる形になるのです。そして大胸筋に引っ張られて肩部、上腕骨が前に加速してきます。この時に右腕をリラックスさせると、前腕部は自然にやや開外します。手のひらの向きに注目してみると、初めは外側を向いていて、前腕は開内していることがわかります。しかしこの局面では手のひらがやや内側を向いています。これは前腕の開外の動きです。これも実際にやってみると分かりますが、このように手のひらが内側を向くように前腕を開外して腕を後ろへしならせるより、前腕を開内しながらしならせる方が可動域が狭くなるのが分かると思います。この瞬間に前腕部が開内していると、肩関節の外旋が制限されてしまうのです。ちなみにスイングをするときに打とう打とうという意識が強すぎると、右腕も力んでしまい、前腕部を開内したままスイングしてしまうことがあります。すると肩関節の可動域は狭くなり、しならない分威力も弱くなりますし、肩や肘を痛める原因にもなりますので注意が必要です。つまりスイングの開始では肘をしっかり上げるために前腕を開内する必要があるのですが、その後は開内を維持したまま振りかぶるのではなく、自然と開外するようにリラックスする必要があるのです。これも力で開外しようとすると余計な力が入り、スイングスピードが落ちてしまいますので、この局面ではできる限り脱力し、自然に前腕部が開外するようにしましょう。そして最後の局面でさらに手先を加速させるために重要なのが肘と前腕の動きです。肩関節が大きく外旋しているこの瞬間は、前腕はやや開外して手のひらが内側を向いているのですが、徐々に開内していき、インパクトの瞬間に手のひらが正面を向き、打ち終わったら手のひらが外側を向いています。こちらの肘の位置に注目していただきたいのですが、ここからここまでは肘が前方へ加速しているのが分かりますが、ここからは肘はあまり前に進んでおらず、手先が加速しているのが分かります。これはどういうことかというと、このように腕を振って打つというよりは、肘を伸ばしながら前腕を開内することに注力することで、肘にブレーキがかかり、手先が加速しているのです。肘を伸ばしながら前腕を開内すると、肩関節も連動してやや内旋しながら肘が後ろへ移動します。この状態から一瞬で肘を伸ばして手を上げながら前腕を開内してみてください。肘がやや後ろへ移動する感覚がわかると思います。この動きと腕自体のスイングが合わさると、この部分で肘にブレーキがかかったように止まります。この肩や肘周辺の筋肉の動きによるブレーキの効果によって手先は急激に加速するのです。肘にブレーキをかけると手先が加速するというイメージが湧かないかもしれませんので、バットとボールで実験をしてみます。上下が逆さまになりますが、僕の腕が上腕部、バットが前腕部、バットをつまんでいる部分が肘だと仮定します。このように持っている部分、肘の部分を通過させるよりも、このようにブレーキをかけた方が末端が加速して威力が増すのがわかると思います。ここまでは同じです。ここからブレーキをかけると末端が加速するのがわかります。ちなみにこれは僕が筋力でバットを振っているわけではありません。バットをつまんでいるだけですので、バットが落下するエネルギーしか使っていません。ブレーキの効果をうまく使えるとこれだけの違いが出るのです。上下逆さまにして迫田選手のスイングと比較すると、肘の部分にブレーキがかかり、
バットと同じように手先が加速しているのがわかります。こういった動きは選手自身が肘にブレーキをかけるぞなんて考えているわけではなく、できる選手は無意識にできることです。しかしこれも意識的にトレーニングすることによって改善されることも多いです。実際この部分の動きを腕を振るという意識から一瞬で肘を伸ばしながら前腕をかいなするという意識にしただけで、よりスイングスピードが加速し、スピードガンで計測するとボールスピードが上がった選手が何人もいます。この一瞬で肘を伸ばしながら前腕をかいなするという動きは手についた水を切る動作に似ています。これを行う時もやはり前半は脱力することが重要です。脱力して最後の瞬間だけ力を入れるイメージです。この水を切る動きを高い位置で前に水を飛ばすかのように行います。こういった脱力の大切さについては以前投稿した脱力の科学にて詳しく解説しています。概要欄にリンクを貼ってありますので、詳しくはそちらをご覧ください。この動画を見ていただければ、僕がこの動画内で脱力してリラックスしてと何度も言っていた意味がわかると思います。そして界内の動きと合わせてインパクトの瞬間に手首を衝屈させる意識も持つことで、ドライブのかかったボールを打てるようになります。ドライブ回転のかけ方については別動画で解説していますので、概要欄のリンクからご覧ください。では最後にインパクトからフォロースルーについて説明します。理想のスイングはインパクトからボールを押しつぶし、ボールが手から離れる、ここからここまでの間に最大速度になることです。手のひらが最速になるのは肘が伸びきる瞬間で、その後は急激に減速していきますので、肘が伸びきる瞬間にインパクトするイメージになります。そしてインパクトの後は腕を振った勢いの惰性で下まで振り抜くイメージです。力まないためにも肩関節には余計な力は入れず、思い切り肘を伸ばした後は惰性で腕が下まで振られるくらいが良いと考えています。ただこの辺りは感覚の個人差も大きく、しっかり振り抜く意識の方が強く打てる選手もいると思います。スイングの知識を得た上で自分なりのやり方を探ってみてください。では前回の内容から合わせて一連の動きとポイントをまとめていきます。ジャンプから両手を振り上げ、左手のひらを前にして高く上げ、右手のひらを外へ向けて肘をしっかり上げます。左手をやや外へ回しつつ、両方の肩甲骨を後ろで引き寄せて胸を張ります。そしてこの時、膝、主に右膝を曲げます。左手を勢いよく引き下げながら、右足を内転内旋させ一気に伸ばしつつ、骨盤から横のねじれと縦の波の動きを開始します。この時、右手はできるだけ脱力しつつ、手のひらはやや内側を向いて後ろへ取り残されます。体幹のねじれ戻しと波を上に伝えていきながら、右肩上腕部は加速しますが、ここではまだ肘を伸ばす筋肉は脱力しています。インパクトの直前に思い切り肘を伸ばしながら前腕をかいなし、手先を一気に加速させてインパクトします。インパクトの後は惰性によって手のひらが外を向いて振り抜きます。これが僕の考える理想のスイングです。まだ説明し足りない部分もありますし、この動画の内容が絶対的な正解だというわけではありませんが、少しでも知識を得ていただき、自分にとってのベストなスイングを見つけ出すヒントになればと思います。さて次回はスイングの種類や個人差について解説していきます。自分に合ったスイングはどんなものかを考えるヒントになると思いますので、ぜひ次回もご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。Swing